イギリス東インド会社の設立の背景と目的。1600年のイギリス東インド会社設立は、イギリスの商業拡大と海外貿易の野望を背景にしています。当時、アジアへの貿易ルートは非常に価値が高く、特にスパイスや絹などの商品はヨーロッパで大きな需要がありました。イギリスは、ポルトガルやオランダといった他国の貿易独占に対抗し、自国の商業利益を追求するために東インド会社を設立しました。この会社はインドや東南アジアとの貿易を独占的に行う権利を与えられました。目的は国家の富を増やし、貿易収入を通じて国際的な影響力を強化することにありました。したがってイギリス東インド会社の設立は経済的利益と政治的野心を満たすための戦略的な動きだったと言えます。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。王室直居上とその権限。イギリス東インド会社は王室から直居上を授与され、広範な権限を持って活動しました。直居上により会社はアジアとの貿易において独占権を有し、軍隊を保有し、硬貨を鋳造し、要塞を建設する権利も得ました。これにより単なる商業組織を超え、事実上の国家権力を持つ存在となったのです。例えば東インド会社は自らの保護と利益の拡大のためにインドでの要塞建設や軍事力の展開に着手しました。これにより商業活動だけでなく政治的・軍事的な影響力も拡大していきました。このように王室直居上はイギリス東インド会社に非常に大きな権限を与え、後の植民地支配の基盤を築くことになります。初期の活動と展開。イギリス東インド会社の初期の活動はアジアとの貿易を確立し、利益を生み出すことに集中していました。会社はインドや東南アジアの地域との貿易関係を構築し、スパイス、絹、茶などの貴重な商品をヨーロッパに輸入しました。これによりイギリス国内での経済成長と商業拡大に貢献しました。初期の活動としては、インドのスラト現在のスラットやボンベイ現在のムンバイに商館を設立し、地元の統治者との間で貿易契約を結びました。これらの商館は後に重要な貿易拠点となり、イギリスのアジアにおける影響力を強化する土台となりました。イギリス東インド会社の初期の活動はアジア貿易の独占と経済的利益の追求に成功し、イギリスの世界的な商業帝国の礎を築いたのです。東インド会社の経済的影響。貿易ルートと商品。イギリス東インド会社は貿易ルートと商品の管理を通じてイギリス経済に大きな影響を及ぼしました。会社はアジア、特にインド、中国、東南アジアとの貿易ルートを確立し、スパイス、絹、茶、綿などの貴重な商品をヨーロッパに輸入しました。これらの商品は高い利益をもたらし、イギリスの経済発展に寄与したのです。特にインドの綿製品と中国の茶は大量に輸入され、ヨーロッパ市場で非常に人気がありました。また、スパイスの貿易はヨーロッパの食文化に大きな影響を与え、高い利益を東インド会社にもたらしました。これらの貿易活動により、イギリス東インド会社はイギリス経済に不可欠な存在となり、国際貿易におけるイギリスの地位を確固たるものにしました。経済大国イギリスの形成。イギリス東インド会社の成功は、イギリスを世界の経済大国へと変貌させる重要な要因でした。会社による膨大な利益はイギリスの資本蓄積に貢献し、後の産業革命に必要な資金を提供しました。また、海外からの貴重な商品の流入は国内市場を活性化させ、商業と産業の発展を促進しました。例えば、東インド会社からの資本は鉄道、銀行、保険などの分野に投資され、イギリスの産業化と経済成長を加速させました。また、東インド会社の貿易活動はイギリスの船舶産業や製造業の発展にも直接的な影響を与えました。
このようにイギリス東インド会社はイギリスの経済大国としての地位を築く上で中心的な役割を果たしました。競争と対立他国との関係。イギリス東インド会社の活動は他国との競争と対立を生み出し、国際関係において重要な役割を演じました。会社の独占的な貿易活動と経済的な力はオランダ、フランス、ポルトガルといった他のヨーロッパ勢力との競争を激化させました。これらの国々もアジアでの貿易独占を目指しており、しばしば軍事的な衝突に発展しました。例えば18世紀のインドではイギリス東インド会社とフランス、東インド会社が軍事的な力を背景に地域の支配権をめぐって争いました。これはインド内での権力争いだけでなく、ヨーロッパの大国間の戦略的競争を反映していたのです。したがってイギリス東インド会社の商業活動は単に経済的な影響にとどまらず、ヨーロッパとアジアの政治地図を再編する要因ともなりました。東インド会社と植民地支配、インドにおける影響力の拡大。イギリス東インド会社は商業活動を通じて徐々にインドにおける影響力を拡大し、最終的には地域の政治と経済に深く関与するようになりました。17世紀から18世紀にかけて東インド会社はインドの各地域の統治者との貿易協定を結び、商業拠点を確立しました。このプロセスで会社は軍事力を用いて自らの利益を保護し、徐々に地域の政治にも関与するようになりました。特にプラッシーの戦い1757年は会社がインドでの軍事的・政治的な力を確立した象徴的な出来事です。この戦いに勝利したことで東インド会社はベンガル地域の実質的な支配者となり、その後のインド全域に対する影響力を拡大していきました。イギリス東インド会社のインドにおける影響力の拡大は商業的利益追求から始まり、最終的には政治的支配にまで及びました。植民地経営とその方法。東インド会社の植民地経営は商業的利益を最大化するために計算された戦略的な方法で行われました。会社はインドでの統治を通じて税収の徴収、地域の行政組織の管理、そして自社の貿易独占を保持するための体系を確立しました。経営の方法としては現地の官僚や統治者との連携を図りながら自らの経済的利益を最優先に考えた政策を展開しました。例えば会社はベンガル地域での税収権を握り、農業生産をコントロールしました。これにより地域の経済構造を変革し、イギリスに利益をもたらす商品の生産を促進しました。また現地の行政機関を利用して自社の貿易独占を守るための法律や規制を実施しました。東インド会社の植民地経営方法は商業的目的を達成するために政治的・経済的な権力を効果的に活用することに焦点を当てていました。現地社会への影響と変化。東インド会社の支配はインドの現地社会に大きな影響と変化をもたらしました。東インド会社の経済政策と行政管理はインドの社会構造、経済活動、文化に深刻な変化を引き起こしました。会社の支配は地域の経済を変革し、多くの場合伝統的な生産手段や社会秩序を破壊しました。会社の政策により多くのインドの織物産業は衰退し、農村経済は重税によって圧迫されました。また会社の法律や行政システムの導入はインドの伝統的な社会秩序を揺るがし、地域の文化や教育に西洋の影響を強めました。イギリス東インド会社による支配はインドの経済・社会・文化に根本的な変化をもたらし、その影響は現代のインドにまで及んでいます。東インド会社の衰退と終焉。衰退の原因と過程。イギリス東インド会社の衰退は内部の腐敗、管理の不手際および外部の政治的圧力の結果でした。会社は巨大な富と権力を得たが、それに伴い内部の腐敗や管理の不手際が顕著になりました。負
正行為、財政的な無駄遣い、そして地元民への搾取は、イギリス国内外での評判を損ないました。また、産業革命後の経済環境の変化は、会社の商業モデルにも影響を及ぼしました。18世紀後半になると、会社の財政は悪化し、多額の借金を抱えるようになりました。この財政危機は、1773年のベンガル飢饉の際の会社の無能さを露呈し、イギリス政府による介入を招くことになりました。このように、イギリス東インド会社の衰退は、経済的、管理的、道徳的な失敗が複合的に作用した結果であり、最終的にはその終焉を迎える原因となりました。インドの反乱と会社の役割。インドの反乱、特に1857年のセポイの反乱は、東インド会社の統治の問題点を浮き彫りにし、会社の役割の終焉を加速しました。セポイの反乱は、東インド会社による長年の搾取的統治と文化的な無理解が原因で発生しました。この反乱は、会社の統治がもたらした社会的、経済的な不満を背景に持っており、インド人の間の交換が支持を得ました。反乱は、メラトとカーンプルでの兵士の反乱から始まり、すぐに民衆の広範な支持を集め、インド全土に広がりました。イギリス東インド会社はこの反乱を鎮圧するのに苦労し、結果的にイギリス本国からの直接的な介入を必要としました。セポイの反乱は東インド会社の統治の弱点を露呈し、会社に対するイギリス本国の信頼を損なう重要な出来事でした。会社解散への道。イギリス東インド会社は1858年の政府のインド統治法により最終的に解散へと導かれました。セポイの反乱の後、イギリス政府は東インド会社の能力と適切性に疑問を持ち、インドの直接統治を決定しました。これは会社がインドを統治する能力に欠けるとみなされたことを意味しました。1858年のインド統治法により、イギリスの女王がインドの皇帝または女帝としての地位を宣言し、インドの統治はイギリス政府の直接的な管理下に置かれました。これにより、東インド会社の役割は終了し、その政治的及び管理的機能は終焉を迎えました。東インド会社の解散は、インドにおけるイギリスの直接統治の始まりを意味し、会社の時代は終わりを告げました。東インド会社の歴史的遺産。イギリスと世界経済への影響。イギリス東インド会社はイギリス及び世界経済に永続的な影響を与え、グローバルな貿易と経済の発展に大きく貢献しました。会社の活動はイギリスの産業革命に必要な資金と原材料の供給を支援し、世界各地での商業ネットワークと経済的影響力の拡大を促進しました。この結果、世界経済はますます相互依存するようになり、多くの地域が世界市場に組み込まれました。会社はインドと中国からの商品をヨーロッパに輸入し、茶、綿、絹、スパイスなどの商品の流通を促進しました。これにより、イギリスは世界の貿易で支配的な地位を獲得し、世界経済の中心国となりました。したがって、イギリス東インド会社の遺産は、イギリスと世界経済における今日まで続く深い足跡を残しました。植民地主義と帝国主義の教訓。イギリス東インド会社の歴史は、植民地主義と帝国主義の教訓を提供し、その実践が及ぼした影響を理解する上で重要です。会社の行為は、植民地支配の経済的及び政治的利益と、それが現地社会にもたらした負の影響の両方を示しています。搾取、社会秩序の変革、文化的衝突など、植民地主義の影響は、後の歴史的な出来事において反省と教訓の源となっています。会社の統治下でのインドの経済的搾取や文化的圧迫は、独立運動の加速や民族主義の高揚につながりました。これらの経験は、植民地主義と帝国主義の長期的な影響についての理解を深めるための教訓とされています。イギリス東インド会社の経験は、植民地主義と帝国主義の歴史を振り返り、その教訓を現代に生かすための貴重な資料です。
現代における東インド会社の評価。現代におけるイギリス東インド会社の評価は複雑であり、その経済的貢献と植民地政策に対する批判が交錯しています。一方で、会社はイギリスの経済発展に大きく貢献し、グローバル貿易と経済の成長に重要な役割を果たしました。しかし、他方で、その植民地政策や現地社会への影響は、現代の視点から見ると搾取と圧迫の歴史として批判されています。現代の歴史家や評論家は、会社の経済的成功を評価しつつも、インドや他の地域での文化的、社会的影響を問題視しています。また、会社の歴史は、現代の多国籍企業やグローバル経済活動に対する議論の中でしばしば参照されます。イギリス東インド会社の評価は、その歴史的な遺産が現代社会に与える影響と教訓の観点から継続的に再評価されています。